眠たくてためになるトイボールファクトリーです。今回は長谷川のクアドランローをテッカテカに塗装していきます。このクアドランローは時代を超える名作超時空要塞マクロス劇場版愛覚えていますかに登場する女の巨人ベルトランのミリアが登場する機体です。初の長谷川キットの制作ということでちょっと緊張していますが、どんな組み合わせでしょうか。早速作っていきましょう。ということで長谷川72分の1劇場版クアドランローミリアキを作っていきますよ。発売日は2023年12月2日となっています。予約が始まった時に買うべきか悩んでいたんですが、そのまま忘れてしまっていました。仕事の都合でたまたま新宿の量販店に寄った時に、発売日前なのになぜかクアドランローが置いてあったんですね。手に取ってみるとめっちゃ箱がかっこよくていいなぁと感動したんですが、僕はこれまで一度も長谷川のキットを作ったことがなかったので、作るのが大変そうかもと一旦棚に戻してしまいました。しかしその後、他に何かないかなと店内を物色している間に、クアドランローの最後の一箱をレジに持っていくお客さんの姿を目撃。やっぱり買えばよかったなぁと後悔してしまうと、もう歯止めが効きません。新宿中をさまよい歩いて無事ゲットすることができました。そして買ってよかった。思っていたよりだいぶ作りやすいです。折れそうなパーツも多いですが、ある程度の経験者なら問題なく組めるのではないでしょうか。食わず嫌いは本当に良くないですね。これだけ大きいパーツでもフレームは最小限に抑えられていて、パーツが少なく済みサクサクと組み上がっていきます。ということで各部位の仮組みができました。並べて組み上げていきましょう。パーツがどでかい。さすが72分の1。頭を取り付けて、これで仮組み完成。ズームアウト。でかくてかっこいい。塗装前なのにすでに光沢が生めかしいですね。オリジンガンダムさんと比較してみると倍くらいのサイズでしょうか。設定では16.5メートルということですが、バックパックや足の印象で大きく見えますね。デカルチャー。一見して異文明であることがわかるデザインが素晴らしいです。めちゃめちゃかっこいいですが、バックパックの合わせ目はちょっと目立つかな。腕やすねにもあります。どれも合わせ目消しをするには難易度が高めな印象です。なんとか消したいところ。それではバラして表面処理を行っていきましょう。やー、デカルチャー。表面処理を行っていきますよ。速乾の流し込み接着剤さん頼りにしてますよ。いいよ。むにゅん。パーツをしっかり挟み込み圧着。これで合わせ目が消えてくれるといいんですが。そして足パーツ。太ももの後はめ加工を断念して、まさかの一体化したまま塗装することに決定。膝裏のパーツだけ後はめ加工を施します。ダボピンをカットしてパーツを差し込みます。少し膝裏を開く必要がありますが、なんとかなるでしょう。膜入りました。接着するところが割れないといいな。すね部分を接着します。ここを接着するともう後戻りができません。ドキドキです。そしてお次は瞬間接着剤イージーサンディングの出番。予想通りバックパックの合わせ目に筋が残っていたので、イージーサンディングで埋めていきます。そして効果促進剤で瞬間接着剤を硬化させます。接着剤が固まったところで余分な接着剤を削り落としていきます。嫌な音がしてますよ。そしてヤスリがけ、合わせ目消しを行ったので、今回はマジックヤスリの400番から番手を上げつつ1000番までヤスリをかけていきます。さらにフィニッシュプレートを使ってパーツをテカテカにして合わせ目が消えたかどうか確認します。どうかな。
もうちょっとやってみようか。合わせ目が消えたかどうか分かりづらいですよね。マジックとかで簡易的に塗装してみれば分かりやすいんでしょうか。今度やってみよう。合わせ目は消えたかな。老眼でよくわからない。消えたということにしておこう。さあ、楽しい塗装の時間です。今回は久しぶりのがっつりテカテカ塗装なので楽しみです。まずはピンクのパーツを塗装していきます。そういえばこの顔のパーツ、ピンクとグレーの2種類があるんですよね。間違えてグレーのパーツで仮組みしてしまったんですが、何の違いがあるんでしょうか。アンテナも2本あって、こちらも謎。ピンク色は GX メタルレッド塗装でフィニッシュ。続いてはシルバーのパーツ。モデルクリーニングブラシでホコリと静電気を除去してから EX ブラックで下地を塗装。めっちゃツヤツヤで美味しそう。おなじみスターブライトシルバー。メタリック塗料なので空気圧を下げて塗装。めっちゃギラギラになりました。お次は内蔵メカ的なパーツ。今回は EX ブラックの上にスターブライトアイアンで塗装してみます。このパーツのディティールがめっちゃかっこいい。ものすごく未来。ということでスターブライトアイアンを塗装。細かいパーツはプラ板に貼ってまとめて塗装してズボラを満喫しちゃいます。 YouTube でよく見かける誰でもできる合わせ目消し動画がありますが、なんで僕はできないんでしょうね。なんでみんな綺麗に合わせ目を消せちゃうんでしょうか。艶消しだとわかんないの？ナイフで合わせ目をほじくります。合わせ目が残ってしまったのは、合わせ目が細すぎて瞬間接着剤が隙間に入り込めなかったのが原因のようです。彫り直した部分に改めて瞬間接着剤を流し込みます。このクアドランローは作りやすいと言っていましたが、パーツが少ないことでかかる手間が減るんですが、完成度を高めようとした時にこういった部分である程度高い技術を要求されるのかなと思いました。一発で合わせ目が消せればかなり少ない手間で完成させられるので、技術が高い人はそれだけ時短で制作できるんでしょうね。ここら辺は修行あるのみでしょうか。サクサクと作り上げる技術が欲しいですね。あれ、また合わせ目消しをやり直してるな。もはや無限地獄。まあ老眼ではほとんど見えないんですけどね。4K 動画で見なければきっと問題ないはず。結局全部やり直してる。おのれ合わせ目。パーツがズル向けになってますね。細かいヤスリ傷も結構残っていたので、表面処理からほぼやり直しでした。パーツが大きいと大変だわ。ノズル系 0.3mm のハンドピースで塗装してますが、こういう大きなパーツを塗装するにはノズル系 0.5mm のものを使うと楽なんですかね。どういった違いがあるのか使ったことがないのでわからない。ハンドピースは結構お値段がお高いものなので、試すにはちょっと勇気がいりますね。まだ結構ヤスリ傷が残っています。3000番のスポンジヤスリで鳴らします。ヤスリがけが終わったらモデルクリーニングブラシでヤスリカスを取り除いて再び塗装。 EX ブラックを何度も塗り重ねて塗膜を滑らかにしていきます。こんな感じかな。まあいい感じかな。お次は GX メタルレッド。大面積のキャンディー塗装ということで、失敗の少ない小緑キャンディー塗装でいきましょう。小緑キャンディー塗装は久しぶりですね。キャンディー塗装はシルバーなどのメタリック塗料の上にクリアカラーを重ねて表現する塗装法ですが、小緑キャンディー塗装は色付きのメタリック塗料を使うことでクリアカラーを重ねる回数を減らす技法です。下地に GX メタルレッドを使うことでクリアレッドを重ねる回数が減る。塗装する回数が減るということは失敗する確率が下がるということでお得な技法だと思っています。
ということでわずか1回のクリアレッドの塗装でこの発色ですよ。楽ちんですね。もうちょっと赤い方がかっこいいかなともう一度クリアレッドを重ねます。今回は大面積の塗装ということで塗料の希釈を塗料1、溶剤 2.5 くらいにしています。普段は1対3ですが、塗料を濃いめにすることで発色しやすく、また塗料が垂れにくくなります。ただその分塗膜の滑らかさが落ちやすいです。今回はこの足の塗装があるので繊細な塗り重ねは難しいと判断して少ない回数で発色する方法を選びました。塗膜が荒れやすい方法を選んだんですが、ここまで滑らかなら十分9大点かなと思います。 EX クリアでさらに表面をテッカテカに、こちらも少し濃いめに希釈しています。久しぶりのがっつりキャンディー塗装ということでビビっているのもありますね。自分の動画を見直して復習したりしてますよ。というところで塗装終了。りんご飴みたいになりました。はい、テッカテカ。お次はコンパウンドでさらにテッカテカにしていきますよ。まあもう十分テカテカかなとも思うんですが、コンパウンドで磨きたかったんですよ。楽しいもんね。このショーアップのスーパーカットコンパウンドポリッシュはそろそろ寿命のようです。ノズルの詰まりがひどい。だいぶ使ったからしょうがないですね。新しいの買わないとな。お、テッカテカになりました。なんかちょっとエロい。次はスーパーカットコンパウンドをフィニッシュで仕上げていきます。まあもう十分テカテカなので意味があるのかはわからないです。ほらテッカテカ。ちょっとなし地かな。ということでテッカテカになった膝パーツ。これ黒と赤の2色のパーツなんですよね。苦手なマスキングをする必要があります。キットには黒部分のデカールが用意されているのでそちらを使うのもいいんですが、苦手意識の強いマスキングもたまにはやらないとなということで挑戦中。マスキングをするのはどれくらいぶりだろうか。もはやおじさんの記憶力では思い出せない。薬ガンダムぶりではないよね。後でナイフでマスキングテープをカットするため、マスキングの境目部分を塗装用クリップを使って圧着しました。境目に沿ってマスキングテープを貼る方法もありますが、今回は段落ち部分に塗装するためぴったり貼り付けるのが難しそうという判断をしました。角部分などでテープが重なった部分に隙間ができやすいですもんね。じゃあナイフでテープを切るのは難しくないのかというと、こっちもめちゃくちゃ難しい。綺麗に塗装したパーツに傷をつけないよう慎重に作業しています。マスキングテープを剥がして、お、だいたい綺麗にできたのでは。ちょっとずれているところは追加でテープを貼って完了。これでなんとかなるかな。なるといいな。水性塗料の艶消し黒を塗りますよ。乾いた感じになるように塗装して、マスキングテープを剥がしていきます。水性塗料なのでやり直しができるとはいえドキドキしますね。お、うまくいったんじゃないでしょうか。気持ちいい。うわ、めっちゃテカテカやな。デカールを貼っていきますよ。今回も明日のデカールを貼っていきます。メルトランの言語に対応した明日のデカールはないので元のデザインを意識しつつ独自アレンジで貼っていきます。きっとオリジナルのデカールを使った方が作品には合うんですが、光沢にするにはさらにクリアーコートを何度もやって研ぎ出しをする必要があるのでちょっと時間がかかりすぎちゃうんですよね。バルバトスを作った時にやりましたが無限に時間が解けるのでそれ以来やっていないです。いかに少ない手間でテカテカにたどり着くかといろいろ試した結果、今の手法に落ち着いています。フィルムが剥がせる UV デカールとかを自作すればいいのかな。それだとまた手間がかかっちゃうな。ということで部分塗装、細かい部分の塗り残しを下出るカラーで塗装していきます。
ということで、いつものようにコメント返信コーナーでございます。あんなに話題になったスコープドッグなのにコメント少な。えりすぐりの最低野郎どもにコメント返しをしていきましょうかね。コメント欄を見たらむせるおじさんが大量発生している。ありがとうございます。ボトムズは名言も多いので若い人にも見てほしいというおじさんたちの切なる願いがこもったムセールいただきました。ボトムズ面白いよ。今回のクアドランローも主役機じゃないし古いアニメ出しでなかなか厳しそうだな。まあ好きなものしか作れないので知ったこっちゃないけどね。続きまして、同じくらいの年代の作品でもガンダムとはまた違ったミリタリー感がとてもいいですね。この何とも言えないずんぐりまっくり感がたまらないというコメント。ガンダムで生まれたリアルロボットという概念をさらに推し進めたのがボトムズと言えるでしょうね。独特のリアルさにかっこよさを感じますね。続きまして、学生の頃イベントのバイトでボトムズの担当になり、ボトムズ全く知らないのにコアな方々に囲まれてちょっと怖かったのを思い出しましたというコメント。なんかもう本当にすいません。代わりに謝っておきます。擁護するわけではないですが、きっとそのおじさんたちはただただ楽しかっただけなんだと思います。怖い思いをさせてごめんね。おじさんも気をつけるよ。続きまして、部分部分を新品のピッカピカにして完全にダメになった部分を取り替えた継ぎはぎの機体もいいかもしれないというコメント。めっちゃいいですね。テカテカやボロボロ、いろんな質感が絡み合っているとどんなドラマがあるのだろうと見た人の想像力をかきたてられますね。自分が考えた物語に沿った質感まで表現できたら楽しいでしょうね。続きまして、トイボールさんに作ってもらえるプラモは綺麗にかっこよく仕上げてもらえて幸せですね。米返しにあった方みたいに私もダークマターを作る自信しかないですというコメント。ありがとうございます。作り終えてテカテカになった子たちはとても誇らしげで嬉しそうにしてくれているので、作った僕も見ててとても楽しいです。でも素組みで組んだプラモもみんな誇らしげなので、きっとどう作られても嬉しいんじゃないかなと思います。プラモデルは買う前も買った時も押し入れに入っている時も作っている時も飾っている時も楽しいものです。誰が作っても作り上げられたプラモはその楽しかった記憶でそれぞれに満たされていると思います。なので何も気にすることなく、ただただプラモデルを楽しんで作ってあげてください。あなたが悩んで選んで買ったプラモデルはもう買った時点で最高なのが確定しているのです。あとは作るだけで完璧なものになります。こんな楽しいことをやらないで取っておくのはもったいないので、どんどん作っちゃいましょう。今回はこんなところかな。皆さんコメントありがとうございました。さあさあ、デカールのフィルムを剥がしていきますよ。よくよく考えたらこの工程は動画にしても特に意味はないんですよね。でもなんか気持ちよくて動画にしちゃうんですよ。このフィルムがスルッと剥がれるのが気持ちいいんですよね。ずっと見てられるわ。ということでフィルム剥がし終わり、気持ちよかった。ということで全てのパーツが整いました。並べて組み立てていきましょう。ここで水性接着剤のデコプリンセスの登場。細かいパーツを貼り付けます。この間模型店に行ったら接着剤コーナーにデコプリンセスが置いてありました。隣にはほとんど同じのハイグレード模型用セメダインが置いてあるのに、なぜ手芸用品のデコプリンセスが？どこかの YouTuber の影響なんでしょうか。おかしなこともあるものです。細かいパーツの貼り付けが終わったので組み立てていきましょう。まずはバックパックを、あれ？はまらない。引っかかってしまっているようです。押しても引いてもはまらない。塗膜の厚みで組めなくなってしまったのでしょうか。これは参った。
仮組みの時にも組みづらかった箇所ですが、ここで組めなくなるとは予想外です。なんとかならないかな。本当に組めないぞ。どうしよう。このままやっててもラッチが開かないので、発想の転換をしましょう。引っかかってる部分をぶった切ってしまいます。まあどうせ見えないところですから問題ないですね。よいしょっと。これでうまくはまりました。ドキドキした。さあさあ、どんどん組み立てていきましょう。このキットにはミリアのパイロットフィギュアもついてるんですが、今回は年末の忙しさの前に塗装を断念。そのうち塗装したいな。パイロットフィギュアを見ると下半身がどこに入ってるのか全くわからないのもちょっと面白いんですけどね。きらびやかなキャンディーレッドに見惚れつつ、塗膜が割れないかヒヤヒヤしますね。なんとか最後まで無事に組み上がってほしい。頭を取り付けて、これでクアドランローミリ焼きの完成です。ズームアウト。全部組み上がるとめちゃくちゃ派手ですね。めっちゃ赤い。鬼神のごとき活躍を見せるミリアの赤いクアドランロー。戦場でも鮮烈な印象だったのではと想像すると楽しいです。改めてマックスの青いバルキリーとの壮絶なバトルシーンを思い返すと、まるで空中を舞うきらめき合う一対の宝石だったようにも思えます。また一つお気に入りのコレクションが増えました。ということで今回は長谷川72分の1劇場版クアドランローミリ焼きの小力キャンディーレッドのテッカテカ塗装でした。初体験の長谷川キットでしたが、想像していたよりはるかに組みやすく、その流麗なフォルムに見せられました。それと引き換えに制作者の腕はそれなりに要求される歯ごたえのあるキットでもありました。しかしこのデザインは本当にデカルチャーですね。ということで長谷川72分の1劇場版クアドランローミリ焼きの小力キャンディーレッドのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。見ろよこのエロさ。バンされちゃいそうだ。